こんにちは。リーザーズ様に招待されてアーリーアクセスイベントに参加してきました。ファンも気がつけば本サーバーの実装が近くなってまいりました。ということで、紹介しきれなかったデッキを一挙に放出していこうかと思います。動画1本作るには至らなかったデッキたちですが、濃いところだけを抽出して作ったのでぜひ見ていってください。まずは巷で話題のゴルガリ抹消者格闘デッキです。このデッキもそうだし、ゴルガリ八百長とかもそうなんですが、一撃必殺のコンボを持ってる割にコンボ決めなくても普通に強いんですよね。3色で4シンボルを5ターン目に打つデッキが主流だったんだから2色ならもっと緑のカード入れてもいいよねってことで、タッチ緑程度じゃなく普通に緑のカードを多数採用しているのがこのデッキです。特にこのブリッサ3と膨れた汚染者はそこまで強くない黒の3マナ帯を埋めてくれるいい新カードです。個人的には2マナ帯が弱く感じるので、聖地の収穫者を入れたいんだけどさすがに3色は許されませんかね。盤面の方は抹消者コンボがほぼ確定。緑しか出ない土地は5枚だけなので最速コンボはまあまあ安定しますね。ということでアグロに絶望的なまでに攻め立てられている状態で抹消者が満を持たして登場。そのトークンにぶつかられてめっちゃ痛い。これは骨折れましたって絶対。慰謝料として2枚サクってもらわないと困りますわ。そして2回目のやぶっちにて試合終了です。全部置いてけよーらーん。すっきり。そして更地になった戦場を抹消者が暴れ回ります。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらのデッキは毒殺店舗。アーシが思うに真の意味での毒殺デッキは考えた限りこれと青緑の腐敗層デッキの2つですね。理由はライフを削る前に毒殺できるからです。他の毒デッキはどちらかというと堕落とか毒性シナジー重視って感じかな。使用感的にはかつてのリミーやローグに近いですが、全体的なデッキパワーはこちらの方が数段落ちるかな。うすうす感じてましたが、お相手まさかのネズミデッキ、すごく面白いですがそれを通すわけにはいきません。とにかく堕落を達成したいので序盤はある程度殴っていくしかありません。お相手は軽めのネズミデッキなので、ハンドに控える確定打ち消しはいまいち効果が薄そうです。お相手はナシオキャスト、見事にネズミだらけです。そしてこれはさすがに通せません。お相手に対でアタックして残り11点。こちらはまず1マナにドローして、ベンセールはいいですね。早速キャストしましょう。さらに多重質の当該住まいをキャスト。1マナ毒性1は増殖と相性が良く、かなり重要です。お相手ベンセールを除去。そして害獣短期でアタックしてきます。こちらはまず1マナにドローから、いまいちですね。かといってここで攻めないわけにもいかないのでフルパンで、お相手のライフまだ初期値からにしか減ってませんが、毒は5です。お相手さらにネズミを追加。からの大騎馬星団の襲撃。そして3体でアタックしてきます。相手のライフほぼ初期値でこちらは残り1。もうダメだ。おしまいだ。まずこうして毒が7、次にこうして増殖で毒が8、最後に殴って毒が10でこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。ライフ3点しか削れてないんですが、対戦よろしくお願いします。ご覧の通りこちらは LO デッキです。新規に切削カードが追加されたり、
切削ジェスが追加されたことで LO デッキは大幅強化されました。ということで早速組んでみた結果がこちらです。発展の源は知ってはいましたがそんなにですね。3マナタップで起動がちょっと重すぎます。お相手肝液付きのコテをキャスト。神用はなんとなく入ってそう。イラストにもなってるし。第3の道の創設は増殖とアンチシナジーになることがあるので、増殖がデフォルトでカウンター増やす設定になっている点には注意が必要です。お相手からまさかのジェスがキャストされます。奇遇ですね。こちらのフィニッシャーもジェスです。2章の切削モードはもちろん相手をして、このターンは除去とエイガン城の修繕で綺麗に動けました。お相手さらに増殖、パワー貯めてますね。ここ誘発順に注意。墓地の実験的占いを使い回します。これはなかなかに強い動き。土地を伸ばしたいので追加の修繕をもらいます。増殖のおかげで修繕が一気に裏返るのは面白いですね。2章は除去を捨てて第3の道の創設を戻します。1章で踏み倒すのは実験的占い。めっちゃ分回って気持ちいい。そしてさらに追加の第3の道を引けました。このターン英雄さん何ページ読んでるんだろうってくらい進みます。お相手も負けじと連携探索でジェスにカウンターを乗せます。こちらは次のターンの動きを考えて修繕を置いてターンエンドです。お相手のデッキの攻めっ気のなさを見るに、これは完全に LO ミラーですね。こんなお祭り中に LO を組んでる日本人同士が出会ってしまうとは。こちらは第3の道の3章で魂の仕切りを選択。そしてイガン城の2章で戻すのは当然第3の道。神王からジェス連打されるのはしんどいので追放します。そして追加の第3の道をキャスト。お相手ジェスプラスから飲み込むしをキャスト。こちらはせっかくカウンターを乗せた発展の源がもったいないので盤面に残すことにします。あとは相手の動きを邪魔する魂の仕切りで、そしてこちらはちょうど6マナあるので損切りをキャストします。これでお相手のライブラリは残り19枚。お相手 CS 賞マイナスで3枚切削して3ドロー。こちらはまず第3の道の創設をキャスト。これは勝ちましたね。増殖で第3の道にカウンターが乗り4枚切削。そしてジェスを4マナでキャスト。X5 で15枚切削です。お相手ライブラリーアートでこちらの勝利。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらはオーソドックスなエスパーフレンズ。新カードは増殖持ちのインソーとフィニッシャーとしてケイヤを採用しています。フレンズデッキはすぐに高マナ対デブになるので難しいですね。今思うとテフェリー外してブラスカかなって思ってます。お相手もアドリウスカラーでコントロール対決のようです。お相手のステンは絶対悪さしそうなので書き消しです。こちらは腐りそうな黄昏の強落を回して土地を伸ばします。普通にカイトで良かったと思います。こちらはお相手がマナ立ってる時にわざわざカイトをキャスト。しかしこれは通ります。忍者トークンはエンドに除去。お相手マイトウィークをキャスト。カラーがカラーだけにブルザが飛んできそうです。こちらはテフェリーをキャスト。小マイナスで対応手段を探しに行きます。確定打ち消しはいいですね。そしてお相手やっぱりブルザが出てきました。さらに銀の精査 X に。こちらは都合よく効いたメイドとモリでブルザを除去します。そしてテフェリーのプラスで打ち消しが構えられる状態に。これはトウモイキやキモエキツキノコテをキャストします。新カード使いたいからしょうがないね。ここでお相手もメイドとモリの更新。せっかくの新カードも除去されてしまいました。こちらは両方賞マイナスで忍者トークンと1ドロー。お相手青タソ X7。まさかのトークン NTR を仕掛けてきました。赤のパクリと違って速攻はつかないので殴られませんが、難破機に食わないので打ち消し使っちゃいましょう。
そしてお相手自分のものにならないならとばかりに消えゆく自動でトークンを除去します。こちらはエンドに実験的占いで増殖と1枚ハンドに。このターンは両方プラスで構えてエンド。お相手もドロー号です。こちらは三度カイトで忍者トークンを出します。しかし結構デッキ掘ってるのに全然 PW 出てきませんね。お相手ステンはもうコスト軽減がほぼ意味ないので投資で。そして再度はオタソ X7 7マナ使って忍者トークンを NTR してきました。こちらはまずドローから、さらにもう1回ドロー。なるほど。お相手のものになるくらいなら忍者トークンを殺して足は生きる。さようなら忍者トークン、いいやつだったよ。気を取り直してペテリーマイナス増殖。あ、先にそちらが寝取ってこようとしたんですからね。お相手ステンを寝取られたところで投了。対戦ありがとうございました。ということで没デッキコンピレーションでした。別にこれらのデッキ弱かったわけじゃなくて、むしろ LO 以外は普通に戦えそうなんですが、さすがに紹介する時間が足りずに今回まとめて紹介とさせていただきました。苦し紛れではありますが、アーシ的にはこの形式もこれはこれでお祭りっぽくていいかなって思いました。感想については対戦中に語ってるのでざっくりカットで、ちなみにこれ以外にも何個か組んでいるのですが、いまいち面白くも強くもなかったので、そちらは実装後にブラッシュアップして紹介させてもらいますね。ということで今回は以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。